近代ユニバーシティ。はい、皆さんこんにちは。日本の大学全部行った男、山内泰治です。今日は近畿大学経済学部経済学科は一体どんな勉強ができるんだろうということで、佐々木俊一郎先生とお話をしたいと思います。先生、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。先生、高校生の段階で経済はい。学ってすごい詳しい高校生ってあんまりいないと思うんではい。すね。はい。でも、どの大学にも大体経済学部ってあるじゃないですか。はい。はい。で、そもそも経済学っていうのはどんはい。な勉強ができるんだろうっていうのを教えていただはい。けますか？経済学の一番この基礎的な分析テーマっていうのは、世の中の資源ですね。資源っていうのは何か価値のあるものを作るもの、例えばお金だとか、時間だとか、人の能力、あるいは人材みたいなものをどういうふうに配分すれば世の中がより良くなるかということを分析する、つまりその希少資源の配分問題について興味を持って分析しているということです。ただ単にその金融とかお金の流れではなくて、もっとその幅広いいろんなそのテーマが経済学で分析することができるというふうに思います。例えばその、最近高齢化が進んでいって、限られた財源をどういうふうにその医療費だとか社会保障に配分するかということも経済学のテーマですし、あるいはその働き方の問題、働き方改革の問題とか、教育とか環境問題も経済うん、学の分析テーマになってくるというふうに考えています。なるほど。はい。結構高校生の段階だと、はい。お店や会社が儲かるっていうイメージで、経営はい。学の方がまだイメージが湧きやすいなんていう話も聞くんですね。そうですね。はで、い。経済学と経営学の違いっていうのは先生はどうお考えでしょやはり経済学というのは世の中全体の資源の配分について分析する。経営学というのはその一個一個の企業のその資源の配分のやり方う？うん。のその効率性を分析するということではないかなというふうに考えております。じゃあ、例えばある会社に興味が湧いたとして、その会はい。社そのものを勉強したい場合は経営学で、その会社を取り巻く地域とか社会とかやりたければそうですね。経済の方がいいはい。かなみたいなそう理解いう、でよろしいんでしょうはい。か？いいと思います。例えば、医学部を出ればお医者さんになりますけど、はい。経済学部を出るとはい。何になれるんでしょう？いろいろあるとは思うんですが。はい。経済学自体が抽象的とか一般的な経済学を学んだからといって、すぐに役立つスキルがすぐに身につくかというと、そうではないかもしれませんけれども、いろんな局面で経済学で得た知識、大事になってくるというふうに考えています。先生ご自身はどうしてはい。高校生の時に自分は経済学をやろうって思ったんですか？私自身の専門が実験経済学、あるいは実行動経験経済学。済学という、はい、はい。分野なんですけれども、これはその経済の理論と同じように、本当の人間が行動するかどうかということを実験を通じて考えるという分野です。だから本当に人間はそういうふうに行動するのかな。ちょっと疑問がうん。生まれまして、じゃあ実ええ。際の人間のその行動を調べてみようということで、うん。実験経済学、行動経済学というところに興味を持って今研究しているということであります。結構はい。人間ってその経済学が考える理想からずれていって、その理解できない間違った行動を取っちゃうこともありますよね。そうですよね。ですから、そういったその間違いというものが、うん。どういった背景でもって起きるのかとか、結構その心理的な要因も、間違いに影響することもありますから、そういったその心心理的な理的な。要因が、はい。経済的な決定にどう影響しているかということを考えるのは、非常に重要なことかなというふうに思っています。なるほど。こはい。の近畿大学ですと、経済心理学が学べるコースがあるのが結構他の大学と違う特徴かと思ったんですけど。そうですね。経済心理学、あるいは行動経済学という分野、非常に経済学の分野では今、注目を集めている分野でありますけれども、経済心理学というのは、その心理学の研究成果を経済学に応用するという分野でありまして、先ほど言いましたけれども、その経済的な決定をする際に、心理的な要因がどういうふうに影響しているかということを、実験とかアンケートを通じて、分析していくという分野です。学部のレベルで体系的なプログラムを提供しているというのは、近畿大学だけで他にはないという特徴があるコースだというふうに思っています。この経済心理学を専門に学んだ学生っていうのは、それを社はい。会にて、例えばどんな形で活かせるっていうふうにお考えですか？はい。やはり例えばその消費者の購買行動というのも、その論理的に購買しているわけじゃなくて、うん。心理的な要因に左右されることは多々あると思うんですよね。だとはい。すると、そういったその消費者の購買行動の心理的な要因をちゃんと考えることによって、実際そのビジネスに出たときうん。にマーケティングだとか、そのビジネス戦略みたいなところに非常に役に立つような知識を身につけることができるんじゃないかというふうに考えています。
なるほど。高校生の段階だと、大学のその偏差はい。値とかブランドみたいなものにすごくとらわれているんですけはい。ど、はい。例えば、はい。近畿大学の経済学部を卒業して、銀はい。行に入ると、他はい。の大学から来た新入社員の同僚もいるわけですよね。はい。はい。そういう時に、偏差値が高い大学から来て、同じ銀行で働いている同僚とかって、はい。働いていく中で、特に差があるのかないのかって、実際卒業生ご覧になっていかがですか？会社に入って業務をこなしていく中では、特にそういった他の大学と比較をして、卒業大学を比較したりとかいうことは、あまりないのかなという気はいたしますですね。むしろその大学の時にどういった知識を身につけたかみたいな方がうん。重要なのかなというふうに私は思っておりますけれども。経済学科ですと、はい。かなり広い分野があるんですが、自分ははい。その経済学の中でもこれをやろうみたいなのっていうのは、入学してどういう形で選んでいったらいいんでしょう？基本的には自分の関心のある分野を選ぶことが大事かと思いますけれども、例えばデータ分析に興味がうん。あるみたいな人だったら、理論計量分野という分野はい。を選ぶべきですし、あるいは心理的なことに興味がある学生は経済心理学コースを選ぶべき。やっぱり自うん。分の興味関心に応じて選んでもらうことが大事かなというふうに思います。はい。今、世界中がコロナで危機なんですけれど、はい、はい、先生ご自身ははい。経済学に何ができるとお考えでしょそうですね。コロナに関しては非常に難しいんですけれども、コロナが終わった後には多分全く違う世界があっう？うて、ん。はい。そうするとやっぱり今までなんでこういうことをやってたのかって、確かにこういうテレワークとか働き方もそうですし、はい。もっと効率的に時間を使うやり方ですね。出張を無駄にもしかしたら今までしてたかもしれ確かに。ませんけれども、こういったはい。テレワークでできることがもう分かってしまったわけですから、うん。むしろ効率的に時間を使うことができるようになるかもしれないですね。そう確かに。すると、さっき言った気象資源の配分問題も割と効率的な配分の仕うん。方が見えてくるのかなという気もいたしております。はい。入門としてこういう本はどうだろうみたいなのはありますか？はははは。そうですね。入門ですね。そうしますと、手前味噌で恐縮なんでございますけれども、私はい。が書いたどうでしょう？ええええ。これですね、行動経済学入門という本がありましてですね、非常にその行動経済学の最新のトピックを扱った教科書で、高校生でも十分読めると思いますので、もしも興味うん。がありましたら、ちょっと手に取っていただければと。これは非常に面白そうなので。いろんなその例題みたいなのがありますので、それを使って自分の日常の経済的な決定がどんな風なパうん。ターンになっているかということを自分自身で体感することができるかというふうに思いまなすので、るほどですね。はい。あとはですね、結構はい。高校生だと公務員が人気なんですけど、はい。はい。公務員って法学部のイメージが強いんですが、経済はい。学部からも結構行くもんなんですか？そうですね。公務員試験には経済の問題もありますので、やああ、はり確かに。学部で勉強する経済学は公務員試験にも割と直結していると思います。で、経済学部にもですね、独自の公務員の対策のプログラムがありますから、それを利用して、公務員試験に挑むという学生が非常にたくさん、はい。なるほど。先生のゼミの学生ってどういった専門分野を勉強するんでしょう？基本的には私の研究内容と同じ内容をやっていただくということで、経済心理学についての研究をやっていただいていて、被験者を集めてきて、いろんな実験をするわけですね。結構心理実験をして、学的な方で、はい。そうですね、実験をしうん。て、被験者の行動パターンがどういうふうになっているのかということを、統計分析を使ってうん。明らかにうん。するということですね。でそうしてみると結構その被験者の行動っていうのは、経済理論とは結構違うことが、へ見えてきましえ。て、それはそれで面白いというふうに思っております。今、統計という言葉が出たんですけど、はい、はい。数学が苦手だと経済学というのはやはりちょっと大変でしょうか？そうですね。もちろん、数学が得意な学生さんは、経済学部は非常に馴染みよく、スムーズに勉強できると思いますけれども、近代の経済学部の場合は、そういったその数学の補習の授業もありますあ、ので、そうなんですね。ははい。い。ですから、ちょっと数学が、苦手な学生さんでも、高校の数学の復習から、やる授業ありますので、全然それは大丈夫だと思います。なるほどですね。はい。はい。じゃあ、数学がちょっと苦手意識のある人も安心してということで、大丈夫です。はい。入ってからしっかりやると。はい。どうしても高校生の数学の苦手意識って、正直、数学っていう科目そのものって理学部はい。数学科じゃないですか。ああ、そうですね。はい。経済の数学ってちょっと違いますよね、きっと。そうですね。使う分野っていうのが、ある程度絞られてきますので、うん。全部のもう数学をもう一回やるというより、全部の数ピンポイントで、学をもう一回やるわけはい。ではないと。はい。はい。することですので。
そんなに心配しなくても大丈夫だなるほど。いろんな大学に経済学部ってあるんですけど、と。はい。先生からご覧になって、特に近畿大学の経済学部経済学科の特徴や強みってどんなところにあるんはい。でしょう？教員の数が50人を超えておりまして、はい、非常に多いということです。そうしますと、やっぱりその、専門分野が非常に幅広く、そうですたくさんのね。幅広い授業を提供できるというのがまず第一の特徴。そのいろんな産業ごとの経済状況、日本や諸外国の経済状況、あるいはその歴史とか経済学そのものの歴史も勉強できるということで、非常に幅広い経済学の勉強ができるというのが一番の特徴かなというふうに考えております。何か高校生に家で経済学の基礎について勉強しておいてほしいことってございますか？例えば今家にいる時間が多いでしょうから、今はもうコロナのニュースばっかりですけども、普段からなるべくいろんな新聞とかニュースになるべく耳を傾けて、そこで資源の配分の問題ということと絡めてちょっと考えていただくというのは非常にいいのかなというふうに思います。先生ご自身がはい。経済学というもので一番魅力を感じる面白い瞬間ってどんな時なんでしょう？そうですね。私の場合はやはり実験をやって、はい。それでそのデータ解析をして、その人々の行動パターンを見ていくということですから、それがデータ解析するまでわかんないわけですよね。で、データ解析をしてみて、こういうことだったんだっていうのが分かった瞬間非常に面白いということ。謎解くと言いますか。はい。そうですね。はい。ですからうちのゼミの学生さんも、私と同じように実験をやって、データ解析をして、今まで考えもしなかったような結果が出てくると、非常に面白いというふうに思って、研究を進めてもらっています。はい、わかりました。はい。高校生の皆さんにぜひお願いしたいのは、いろんな大学に経済学部あるぞではなくて、そもそも経済学っていう学問そのものに私は関心を持ってほしいんですよ。はい、はい。で、その時のきっかけとして今の先生のお話にあったように、50名を超える先生方いらっしゃって、いろんな学問の分野があるっていうのを、近代に限らず、経済学そのものに多くの高校生に関心を持ってほしいかなって感じてます。はい。というところで、本日は近畿大学経済学部経済学科について、佐々木俊一郎先生にお話をお伺いしました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。皆さんさようなら。